こんにちは。GIS のグローバルビジネス百科事典アシスタントの村上です。このチャンネルはグローバルコンサルティング企業である GIS 株式会社が世界でのビジネスを通じて培ってきた経験の中から楽しい情報、役に立つ情報をお伝えしています。今回はフィリピンでのビジネス、食、人との交流といったテーマで GIS 代表の田之内とアシスタントの小川の雑談トークとなります。最後までゆっくりとお楽しみください。これもまたフィリピンのお寿司の話になるのかなと思ってるんですけど、フィリピンも東南アジアの中ではね、古くから日本人がもう大量に行っていて、どうなんですかね、東南アジアでもう昔から日本人が結構行ってるっていうのは、台湾であったりフィリピンであったり、タイとかね、そのあたりかなと思うんですけど、フィリピンっていうと馴染みのある、よく行ったことがあるっていう人も結構多いと思うんですよね。で、この案件はですね、確か日本政府の案件だったと思うんですけど、フィリピンにある産業と日本の産業のなんか協力関係が見えないかみたいなところで、フィリピンのいろんな企業にインタビューしたんですよね。はい。で、うちの場合、ヨーロッパに事務所があるんで、ヨーロッパ経由でフィリピンの、いわゆるなんかアポ取りとかね、フィリピンでのそのインタビューをこう組織してくれるような企業を探してたんですよ。たまたまうまく話が進んだのが、ヨーロッパの商工会議所でフィリピンでやってるっていう、ヨーロピアンチャンバーオブコマースオブザフィリピンっていうのがあって、頭文字を取って ECCP って言ってるんですけど、でこれがフィリピンのマニラの、中心街のアクサビルっていうね、この写真があるんですけど、ここに入っていて、街中で非常に便利なところなんですけども、でこの人たちにこうアポ取りをお願いしたんですよね。ヨーロッパの学生がフィリピンでこうインターンをするためにここに来てたりとか、フィリピンの若い子たちもここで経験して、ヨーロッパとかとフィリピンの関係をね、こう良くするために働きたいとか、そういう人たちがいて、で我々が写ってる写真があるんですけど、ちょっと私、女の子2人に囲まれてニヤニヤしてるところがあるんですけど、この子たちがアポ取りの代行をしてくれて、で、非常にいい企業さんを紹介してもらったんですよね。で、東南アジアの人たちって、経済的にまだ日本よりも成長っていう意味ではまだ低いっていうことで、働けるっていうことに対して結構純粋にやってくれて、私もね、このアポを取って、で、取ったアポの人たちと我々がミーティングするのに、結構彼女たちも心配で、うまくいったとかそういうのが心配で、こう純粋にこう心配してくれてるっていうのが伝わってくるんですよね。本当に感動というかですね、非常に嬉しくて、で、彼女たちも連れて、当時の中では非常にいいって言われているフィリピンのお寿司屋さん、ツムラっていうお店があって、これ多分皆さん知ってると思うんですけど、フィリピンに詳しい方はね、でそこに連れて行ってあげて、日本人と一緒に日本のレストランで日本食を食べるっていうのは彼女たちにとっても初めての経験で、非常に喜んでくれたんですよね。そういう経験って、我々にとっては日常なんですけど、彼女たちにとっては本当に、人生のモチベーション、私とご飯食べて人生のモチベーションっていうのは大げさなんですけど、本当に日本から来て、こう日本とフィリピンのために仕事をしていて、で、そういう中で、一緒にこう日本食とかね、食べれた経験ができたっていうのは、一つの思い出として残るシーンで、それが、彼女たちの将来のモチベーションになってくれればね、嬉しいなと思って、私自身はそういう現地の人たちと一緒にご飯を食べて、でもすごく積極的にやるんですよね。それは自分もそういう人たちと接して成長してきたっていうのがあるし、ちょっとおこがましいんですけど、そういうことでみんないい思い出を持って成長していってくれれば、そういうことに役立てればいいかなっていう風なところなんですよね。
はい。でね、この津村っていうところなんですけど、かなり大きなレストランで、私も入ってきたら大きいなと思ったんですけど、で、奥にカウンターがあって、奥まで行くのにね、結構なんか曲がりくねってるんですけど、で、この奥のカウンターの人がね、オーナーさんだったからちょっと私覚えてないんですよ。いつもここいるとき酔っ払ってたんで、覚えてないんですけど、で築地からもね、結構、今、豊洲になっちゃったんですけど、マグロとか、美味しいものは、築地から運んできてるっていうふうに言っていて、で、居酒屋風なメニューもあるし、いいお寿司も食べれるし、フィリピンで日本食が食べたくなればおすすめっていうところなんですよね。はい。で、ここに、今おられるかどうかわかんないですけど、店長さんがいて、で、その人が日本酒の利き酒師とかなんとか、そういう資格を持っていて、で、いろんな日本のね、いいお酒をいっぱい置いてくれてるんですよね。で、私が飲んだのが、吉田奈良のお酒、私と接待してるとこれかなり出てくるんで、小川さんも多分飲んでると思うんですけど、で、ハルシカの中でもなんか特別な超辛口、あんま日本でもないのを彼は仕入れていて、ハルシカの人と友達だとかって言っていて、実はね、私もハルシカの社長と、パリで仕事をしてる時に、一緒にいたことがあって、でそれ以来、ハルシカの、お酒を飲むようにしてるんですよ。過去に縁があった方の宣伝っていうわけではないんですけど、で非常に香りもいいし、美味しいお酒なんで、日本でもね、今世界中に出てると思うんですけど、ぜひ飲んでいただければなというところで、で、もう一回写真に戻ると、両端に写ってる男の2人がいると思うんですけど、この人たちがその ECCP の役員であったり部長さんっていうところなんですよ。右側の白いシャツの人が役員で、左側の人が部長クラスだったかなと思うんですけど、で非常に仲良くなってご飯とかずっと一緒に食べてたんですよ。夜も3人で飲みに行ってとかね、いろいろやっていて、でこの女の子たちと一緒にみんなでご飯また食べに行って、もうみんな本当に仲良くなっていたんで、お酒もどんどん飲んで、このお酒が美味しいんで、ただね、これ 1.8 リットルだったと思うんですけど、1本開けるじゃないですか。でお昼だとやっぱ日本を4、5人でって言ってちょっと量が多いじゃないですか。でもね、私その時よくやるんですけど、やっぱ、2本目を開けて、で、飲みきれなかったらお店の人に飲んでねっていう風に渡すんですけど、でとりあえず2本目開けて、その時はね、時間もなかったんで本当に一口二口みんなで飲んで、じゃあこれはキープしましょうねっていう風に言ってたんですよ。でもしかしたら私、夜帰ってくるかもしれないし、翌日もあるし、その時飲みましょうねっていう話をしていて、でそれで結局ね、戻れなかったかなんかで置いてあったんですよ。で、仕事が終わって最後の日に、そういえばお酒どうするんだっていう話になって、部長の方にね、じゃあ置いとくから接待で使ってよっていう話をして、でそしたら彼がじゃあ明日お客さんと食事に行くんで、このレストランに戻ってきて、この日本酒をエピソードも込めてね、話しながらもらうよっていう話で落ち着いたんですよ。で私もね、それで商談とかね、うまくいくといいなとか思っていて、で、次の日、その帰るまでもう一日あって、その昼にね、ここにフィリピンでこう観光してて仲良くなった人と一緒に行ったんですよね。で、そのお酒があるんで飲みますって言って飲んで、他にもいっぱい飲んで終わって、そのまま帰ったんですよ。でそしたら、その翌日にその部長さんが、このレストランに行ったらお酒ないって言われて、飲んじゃったっていう話になって電話かかってきたんですよね。で、お酒ないよねって言われて、お酒ないって、私その時言ったっていうのを覚えてなくて、で、あれなんでないんだ、誰が飲んだんだって考えてみたら、俺自分で飲んじゃったっていう話になって、でそこはそれで非常に笑い話になって、で彼らは彼で別の、ね、飲み物を頼んで、接待をしたんだと思うんですけど、それはそれで非常に面白い、お酒を置いておくのも良かったと思うんです
けど、はい、そういうやつと一緒に仕事してたんだみたいな話で、彼らの接待が盛り上がってくれるといいなと思った、そういう話です。ありがとうございます。で、いる間にね、ここのさっき言った店長さんと一緒に夜ね、食事終わってから飲みに行ったりとか、いろいろな交流ができたんでね、またフィリピンに行く機会があれば行ってみたいなと、それまで元気にやっていてくれるといいかなと思ってます。はい。はい。